こんにちは。お元気ですか？一人暮らしの1ヶ月の生活費。今月も詳しくやっていきたいと思います。先月9月の生活費の紹介です。いつものように固定費、変動費、社会保険料の順番で説明していきたいと思います。そして最後に1ヶ月の生活費で何をどれくらい使っているのかをパーセンテージで円グラフで出してますので、よろしければ最後までご覧ください。では9月の生活費いってみましょう。まずは固定費から。家賃42,284円、これは毎月変わらない金額ですね。ちなみに、私は一人暮らし、地方 1K のアパートに住んでいます。ですね、広さが 25.6 平米プラスロフトが約 7.5 畳、結構広いロフトがついてます。で、駅が徒歩2分くらいで、スーパーもコンビニも徒歩2分くらいのところにあるので、立地は結構いい感じですね。っていうのも、私は車を持ってませんので、そういうふうに生活の中で、お買い物するとことか交通機関とかね、近いところじゃないと困っちゃうので、ちょっと立地はねこだわって探しました。築10年ちょっとぐらいで、2口コンロのガスですね。でベランダがあります。私はですね、ちょっとお洗濯物を外に干したいタイプなので、絶対にベランダ欲しかったんですけれども、これがね都会と違ってね、いいとこですね。都会だとなかなかベランダ付きのところを探すとね、すごい高いところとかになっちゃったりとかするので、もしくはね古い賃貸ですね。古いとこだと結構ベランダついてたりとかするんでね、でも地方に来ると結構条件に合ったものが探しやすいなっていうのは感じてますね。そんな感じで家賃です。では次が電気代ですね。電気代が6000飛び28円。これも結構高いなとは思うんですけども、先月がめちゃめちゃ高かったんで、先月に比べたら、マイナス817円なんですね。なんか知らんけど、なんか補助金みたいのがあったのでみたいのなんかコメントで教えてくださった方がいたので、もしかしたらその関係で先月からちょっと電気代急に高くなったのかなって思ってますけど、特に調べてないのでよくわかんないですはい、では続きましてガス代ですね。ガス代は3295円になります。夏の間、暑い季節っていうのはね、一番ガス代が下がる時期ですので、今回もね3000円台ってことでとても安かったです。プロパンガスですのでね、もちろん都市ガスとかに比べたらね、それでも高いとは思うんですけれども、プロパンガスやったら高いですからね、3000円台なんて言ったらもう御の字っていう感じでございます。では続きまして水道料金3435円。水道料金はね支払いが2ヶ月に一遍になってますので、これはですね1ヶ月に換算したらこの金額ですっていう金額にしてます。はい。なのでちなみに2ヶ月分で6870円の金額っていう感じですね。6、7月使用分って感じですが6870円ですね。ちょっと分かりにくいんですけど、はい。だいたい水道料金はですね毎月3000円くらいなんですけども、月換算でちょっと最近は高くなっちゃったなっていう感じです。水多く使ったかなみたいな感じで、よくわかんないですけど、そんな感じですねでは続きまして、携帯電話1081円ですね。私は楽天モバイルを使ってまして、多分一番安いプランだと思うんですけれども、
3ギガまでの使用だったら1080円とか1081円とかね、そんなプランになってまして、で家にいる時はね、基本的にはWi-Fi につないでますので、1081円をね死守するっていう感じになってます。私ずっと家にいて引きこもり生活を送ってますので、そもそも外でねなんか携帯を使うことってすっごく少ないので、3ギガで余裕で収まってるっていう感じでございます。では続きまして Wi-Fi ですね。ソフトバンクエアーを使ってます。3678円で、最初の2年間はこの金額なんですけれども、3年目からですね、値上がりするプランになってますのでね、いくらだったっけ、5000いくら、すいません忘れちゃったんですけど、なのでそろそろ値上がりの時期なので、ちょっと乗り換えとかもそろそろ考えていかなきゃかなとは思ってるんですけども、もしかしたらめんどくさがり屋の私なのでそのまま行っちゃうかもしれません。はい、ということで以上が固定費でございました。今月は固定費合計が59,801円ですね。固定費はね、いつも水道光熱費の変化で高い安いっていうのが決まってきますのでね、6万円いってないので比較的安い方なのかなっていうふうに思ってますね。年間を通してね。はい。では続きまして変動費いってみますね。まず1つ目、食材費16,000飛び84円。この食材費っていうのは食費の中でも自炊をする上でのスーパーで買う食材ですね。なのでお菓子とかね、そういうものは全然入ってないです。外食とかね、そういうのも入ってないです。もう本当に自炊するためのお野菜とかお肉とかお米とかね、そういう食材費の金額ですね。だいたいね2万円前後って思ってるんですけど、目安としてなんかね、ここ最近すごく食材費が安いんですよ。多分ね夏の間ね、本当に料理する気が起きなくて、ガスとか使うと暑いし、暑いからなんか体もだるくてめんどくさいしっていうことで、なのでねちゃんと料理をせずに結構適当なものっていうかね、健康にいいものは食べようと思ってたんだけど、あんまりねちょっとね料理する機会が減ってたかもしれないので、ちょっとそういう関係もあってね、なんかそれが食材費が低くなっちゃったのかなっていうふうに思ってます。ほんと野菜炒めぐらいしかね料理してなかった感じですね。もうめんどくさくって、そうそう、だから食材費はね多分ねもうちょっとかけてもいいなって思ってます。1万8,000円とかね、それくらいはちょっとかけてもいいんじゃないかなって思ってます。で続きましてお菓子代というかおやつ代ですね。ここはですね低ければ低い方が健康的にもいいので、目安としてはね3,000円以内に抑えることっていう風に考えてるんですよ。なので今回は2,631円なので、まあかなっていう感じでございます。でさらになんですけれども、このお菓子代というかおやつ代というかね、私としては娯楽として食べるものをここの項目に入れてるんですね。だから特にこの体を作るためにとか健康のためにとか生命活動のために食べる食材、お食事ではなくて、気分転換にお菓子食べたいなとか、なんか美味しいものちょっと食べたいな、チョコ食べたいなとか、そういう感じの娯楽として食べてる部分なので、ここを食べなくても私の生命活動的には問題ないっていう項目なんですね。で
この金額が高くなれば高くなるほど、お菓子とか菓子パンとかね、そういうのをたくさん食べちゃったっていうことになるので、健康的にも良くないっていうことなんですけども、ただね、今回のこの2631円の中にはですね、結構炭酸水とかが含まれてるんですよ。で、なんかレシートチェックしてみたらね、そのうちの580円分が炭酸水でしたね。普通の甘さとかついてないただのお水に炭酸が入ってる炭酸水ですね。結構ね、夏の暑い時とかね、夜ね、炭酸水とか飲みたくなっちゃったりとか、あとなんとなく気分がすっきりしない時に気分転換に炭酸水を飲むとかで、そういう感じで飲んでたので、このリフレッシュのためのものってことで、ここのお菓子代というかおやつ代みたいな項目に入れたんですけども、健康上的には全く問題ないものになっているので、お菓子を食べ過ぎっていう感じじゃないですね。あとはね、この中にね、カルピスとかも入れてるんで、カルピスって原液のやつね、夏の間たまにこう甘いものとかをね、飲みたくなった時に結構カルピス好きで飲むんですけども、カルピスって300円くらいしますよね、原液のやつ。なので、そういうのも入ってるんで、そんなに高くはないかなっていうような印象ですね。はい。では続きまして、コーヒー豆代ですね。今月はというか9月は0円でしたね。だいたいね、2ヶ月とか2ヶ月半に1回買うような感じなので、0円っていう月も結構ありますね。なので、400g ほどね、ちょっと多めに買っておいて、売煎日から、2週間くらい経った時にもう15g ずつ小分けにして冷凍にしちゃってますのでね、そういう意味で飲みたい時にね飲むと。でもう習慣として毎日飲むとかそういうようにはしないで、飲みたいなって思った時に飲んでるので、だいたい週2から週3くらい飲んでますね。はい。では続きまして、生活用品ですね。生活用品1022円、今月は少なかったですね。生活用品って結構月によって高い時と低い時結構差があるんですけども、生活用品ってね、結構ストックするような形で買うじゃないですか。洗剤とかトイレットペーパーとかね、いろいろ日用品をね、なのでたまたま9月は少なかったってだけですかね。あとはね、結構夏の間はね、そういう重たいものとか買いたくないとかね、こう買い物に行ってもさっと買ってさっと帰ってきたいっていうのがあるので、なんかね、洗剤とかね、そういうの買うのめんどくさくてあんま買ってなかったっていうのもあるかもしれないですね。では続きまして、医療健康ですね。8000円。これはですね、スポーツジムです。私は健康のためにスポーツジムに通ってますので、いわゆる予防医療だと思ってるんですね。娯楽とか趣味とかそういう項目とは思ってないので、予防医療として通ってます。あとは人に会う機会がね、引きこもりなんで全然ないので、人に会うためとかね、そういうメンタルを維持するためとかね、適度な運動をすることとか適度に人に会ってコミュニケーションを取ることっていうのはもうメンタルにももちろんフィジカルにも効きますので、健康維持のための予防医療としての先行投資みたいな形で、今の私にとってはかなり大きい出費ではあるんですけれども、ここは普通に大事なものとしてここはね8,000円払ってるっていう形になります。ただなんですけれども、ちょっとここ最近ですね、体調が悪い時が増えちゃってジムに行くのが正直辛いんですよね。少し体調がいいなっていう時に行ったりとかするんですけども、
少し体調はいいけどちょっと悪いっていうことなので、逆を言うとね、そういう時に無理して運動するのって結構辛いんですよ。なんかそれが辛くなっちゃって、ちょっとね、一回ちょっとやめてもいいかなって思ってますね。ちょっと体調を整える意味で、最近ちょっとジムに行かなきゃみたいのが精神的、あと体にも負担になってきてるんで、ちょっと一回お休みして何ヶ月かね、それでまたあのやればいいかなっていうふうに思ってるので、ちょっとね、来月以降から一回やめるっていうか、休止みたいな形で、休会みたいな形でね、一時的にやめようかなっていうふうにちょっと考えてます。はい。では最後にですね、この3項目、外食、カフェ、趣味教養、美容衣類ここはですね、いつもながら安定の0円でございます。今無職の生活をしていて、特にね身なりとか気にする必要がないっていうのと、結構引きこもり生活してるので、特に人との付き合いもないし、わざわざこう外食カフェにすごく行きたいとか思うことも今ないので、何にも我慢はしてないんですけども、自然に生きてたら自然に0円だったみたいな感じですね。でもちろん衣類とかもね、特に必要なくって、必要あるとすればね、消耗品である靴下とかね、下着とかね、そういうのがもしちょっと足りなくなってきたら買うでしょうけど、特にねこの身なりを整える必要っていうのが全くないので、家着はね、年々ボロくはなってきてますけど、特に買わなくても平気っちゃ平気なので、うん、そんな感じで、この3項目は毎月ですけど安定の0円でございました。でいつかね、私の人生を立て直して人並みに収入が得られて、そして人並みにいろいろ行きたいなとか、誰々と会いたいなとか、そういうメンタル的にもね元気を取り戻したら、自然にここの項目が使われることになると思うので、なんか私としてはね、本当はこの項目使えるようになりたいっていうふうに思っています。今無職生活なんでね、ある意味バランスが取れてるっちゃ取れてるんで、そういう意味ではよしっていう感じかなっていうふうにも思います。はい、ということで以上が変動費でございました。合計で27,737円ということで、今月はかなり少なかったなっていうふうに思います。3万円いってないので、たまたまね生活用品とか買わなかったとかね、そういうのもあるんですけども、だいぶミニマムな生活を私ってしてるんだなっていうふうに思いました。ちなみにね、全然節約してる意識とかないんですよ。普通に買いたいもの買ってるし、そこまですごい買いたいとか欲しいとかいうのもないし、食べるものとかもそんなに我慢はしてないんですよね。別に前回も言いましたけど、トマトだけは高くて買う気になれないっていうのはあるんですけども、なんかそれは高いから買わないっていうシンプルな理由もあるんですけども、トマトというものに対してその金額が納得できなくてなんか買う気が起きないみたいな、納得できなくて買えないみたいなそんな気分でございます。はい、そんな感じで変動費でございました。では最後に社会保険料ですね。これは国民年金と国民健康保険の2項目だけですね。ですね、私は国民年金は現在全額免除の申請をしているので0円でございます。で全然0円で払ってないんですけども、もちろん払ってない分将来もらう年金額は、少なくなりますということで、そんな感じでございます。
まあね、将来を考えたらね、払うべきっていうのはもちろんわかるんですけども、今はですね、今を生きることが大事なので、今生きれなかったら結局将来ないじゃないですか。なので、もうね、あの私はとても、まあなんていうか、まあいろいろ不安とかはありますけれども、今できることをするっていうことでということで、国民年金払ってませんし、払わなくていいです。で、いずれもしなんか私が元気になったらあのこのね、後から効能っていう形で払える分は払いたいなっていうふうに思ってますね。はい。では次に国民健康保険ですけれども、これ何期分だっけ？これ4期分かな。は2100円ですね。毎回2100円。すっごく安いと思うんですけど、その分前年度にね、私の収入がいかになかったかっていうのをね、表している金額でございます。ということで、これで社会保険料でございました。で、今回はね、特別出費みたいのがないので、これで、生活費は全部ですね。ということで、9月の生活費の総合計は、89,638円でございました。だいたいね10万くらいっていつも思ってるんですけども、今回はね結構いろいろとたまたま出費がなかった部分とかもあるんですけども、節約したつもりとかも全然ないんですけども、普通に生きてると私がいかにミニマムな生活をっていうのはこう行動をっていう感じですねをしてるかっていう感じなんですけれども、そうただ本当に生きてるだけっていう感じでですね、衣食住で本当生きてるだけでこの金額ですっていう、いい例なんじゃないかなっていうふうに思います。外食とかしてなくて、交際費とかもないですし、特別なんかこう趣味のものを買ったりとかね、そういうのもしてなくて、ただ必要最低限で暮らしてこの金額みたいなね、いい例なんじゃないかなっていうふうに思います。本当はね、ここに国民年金必要最低限のものとして入るのでね、そうすると軽く10万超えちゃったりとかはするんですけれども、そんな感じでいつも通りの生活費でございました。すいません、今ちょっと喋ってたら小腹が減ってきたので、ちょっとバナナ食ってきたところなんですけれども、ちょっと続きいきますね。生活費合計も言ったので、最後にあれですね、円グラフ、生活費の合計のじゃなくて、何に何を使っているかの円グラフですねはこちらになります。だいたい毎回同じ感じなんで、変わり映えなくってつまらなくてすいません家賃がね47万、でも今回結構家賃が占める割合が半分近く多いので、ということはやっぱり今回は他のものがすごい少なかったっていう結果なんでしょうね。ということで、そんな感じでございました。生活費終わり。そうですね、今回の生活費でって思うことっていうのは特にないんですけども、相変わらず食料品とかのね物価は高いままで、もちろんね下がることはないとは思うんですけど、そういえば今回9月はね、お米代が、そうですよね、お米いつものお米じゃなくて、いろいろスーパーであったやつをちまちまと1キロとか2キロとかをね、違ういつもじゃないお米買ってたけど、どれくらいの金額だったかちょっとメモしといたんですよね。お米ね、9月はね
全部で4006円分お米買ってますね、私。あの9月の上旬に2キロ1200円で白米を買ってます。もうね、いつもの三分好きのお米とかは全然売ってなくなっちゃったので、しょうがないから白米買いました。2キロ1200円ってことは1キロ600円なので、普通の値段なのかなっていうふうに思います。でね、その後そのお米もなくなっちゃって、でちょっと白米食べてたらちょっと便秘がちになっちゃったんで、玄米買おうと思って、その時売ってた玄米ね、発芽玄米だったんでね、普通の玄米じゃなくて発芽玄米しか売ってなくて、それを買いました。それは1キロで838円なので、やや高めですね。で、その後ね、9月の末ぐらいにはね、いつも買ってるお米がね、また供給されたんで、それを4キロ買ったんですけども、それはね、ちょっと安売りしてる時買ったんで、1キロ500円くらいでした。それを4キロ買ったのでね、2000円くらいですね。ただね、前の動画でもちらっと言ったんですけれども、3部好きにしてほしかったんですけど、多分ね、やってくれた人が新人の方かなんかで、おそらく7部好きにされちゃってる感じなので、その玄米部分が少なくて、相変わらず私の便秘はね、少しだけ良くなった気がするんだけど、まだちょっとね、腸の状態がね、いつものコンディションに戻ってなくてっていう感じでございますちょっと関係ない話しちゃった。だからね、お米代もね、いつもよりははっきり言って高かったですね。なのに今回は食材費がそんなにかかってないっていうのは、よっぽど料理するのがめんどくさくてしてなかったんでしょうねもうそんな感じで、そんな感じですねどうですか皆さんは。食料品のね価格がちょっと前からどんどんね上がってきましたけれども、食費とか結構上がってますか？それとも食材費がねすごく高くなっちゃったから、少し財布の紐を締めなきゃみたいな感じで外食減らしたりとかして、結果的に同じくらいの金額になってたりとか、どうなのか知らないですけど、みんなどうなんかなっていうふうに思ったりしました。なんか喋ってたらもうちょっとなんか食べたくなってきたな今ね、夜の10時55分とかなんですよ。11時前なんですけど、でもね、別に私寝る前に食べることを全然禁止してないんで、別に食べたきゃ食べればいいじゃんって思ってるんですけど、ただね、最近はね、この太るとかそういうことじゃなくて、前回の動画でも言ったけど、ちょっと夜中に目が覚めるようになっちゃって、そういう意味では一番いいコンディションで寝るっていうことを考えたら、寝る3、4時間前にはちょっと食べることをやめて、なるべく胃の中に物がない状態でしっかりと深い睡眠に入るっていうのがベストかなっていうふうに思いますね。やっぱり胃とかに食料が食べ物が残ってるとね、消化に体がエネルギーを使ってしまいますので、そういう意味ではちょっと睡眠の質がやっぱり下がっちゃうっていうのはあると思うんですよね。だからそういう意味ではあんま食べない方が良いと。ただね、寝る前に綺麗に燃える純粋なこの糖質とかね、だから普通に飴とか、あと羊羹とかいいと思いますね。そういうものとかは逆にね、血糖値を寝る前のね、睡眠中の低血糖になるのを抑えたりとかしてね、ちょうどいいと思うので、よく言うのが一口蜂蜜を舐めるとかは言いますよね。そういうのはね、
逆に睡眠の質を上げるからいいかもしれないですね。すいません。私もね、さっきバナナ1本しか食べてないんで、そういう意味で考えたら1本ぐらいだったら逆にいいかもしれないですよね。バナナ消化にもいいですし、糖質としても優秀だし、あ、そうだ、バナナだったらトリプトファンとかが含まれてるんで、ますます睡眠にとってはいいですよね。あのトリプトファンってえっと私結構一時期メンタル的にここ何年か病んでたってほどでもないんですけど、病んでたってほどですね。仕事辞めて無職生活始めて、誰も知らない土地に引っ越してくるくらいですから、休むためにね、人生を。そういう意味で結構こう自分でね、メンタルをできる限り維持しようというのはね、自分で努力はしてて、そういう意味でうつに効く食事療法とかね、そういう本を結構買って読んだりとかしてたんですよ。でその中でこのトリプトファンっていう栄養素は、うつとかにならないようにというか、その効果としては食事の栄養素としてはとてもいいし、適度にちゃんと取った方がいいっていう、そういうのをね、トリプトファンっていうのはすごい結構だから頭の中にすごく覚えてて、で手軽に取れて吸収も良くてっていうのはバナナだなっていうのを今思い出したんですよね。でそういう要は、セロトニンとかをねの分泌を促してくれるんですよね、トリプトファンは。セロトニンって言ったら、よくね幸せホルモンなんて言われてるような、この精神を安定させる物質でもありますし、あと今思い出したのが、その睡眠にもいいっていうのは、セロトニンが分泌されると結局この睡眠の質が上がるんですよ。幸せホルモンが出るから睡眠が質が上がるっていうか、確かセロトニンが分泌されて、それでこの睡眠のこの質を高めるこのメラトニンがさらに分泌を促す分泌を促すからとかね、確かそんなのがあったと思うんですけども、とりあえずねトリプトファンは寝る前にとっても確か良かったはずっていうふうに思いました。ただね、もちろんこうなんて固形の消化にこうエネルギーがかかってしまうようなものは良くないと思うので、バナナ1本くらいだったら寝る直前とかじゃなければ逆にいいかもしれないですね。ちょっとお腹が減ったなーっていう状態で寝てしまうと夜間低血糖とかにもなる可能性もあると思いますので、すげえなんか自分がバナナ食ったことフォローしてるんですけど、でもちょっとね、私今物足りなくなってきたんで、甘酒ぐらいはちょっと飲んでから寝ようかななんて今思ったりとかしてます。うん。この夜中に目が覚めるっていう症状とかもね、更年期がねつい2週間ぐらい前からかな、こうちょっとほてりとかも感じてきたのと同時に起こってるので、ちょっとね自分の体調を観察しながらいろいろね、うまく付き合いながらどう改善できるかっていうのを自分で調べてみたりしていこうかなっていうふうに思ってます。あとね、もちろん婦人科の方にもね定期的に行って、ちょうどね婦人科検診そろそろ行く時期だったので、その時についでに血液検査とかしてもらって、更年期の症状とかが出始めてないかっていうのをねチェックしてもらおうかなっていうふうに思ってます。はい。そんな感じですかね、今回は。そうそう、最近コメントをですね、私がこう返信するときにちょっとね前よりね文章がねカジュアルになってきたなって自分で感じてるんですよ。
なんかきちんとしたデスマス調じゃなくて、若干ちょっと適当な喋り口調で返信しちゃってるところもあると思うんですけども、なんかねきちんとしようとは最初思ってたんですけど、なんかちょっと文章とかきちんとしたのを書くのがめんどくさくなってきちゃって、だからこう文章を書き終わった後とか若干カジュアルなこう口語調だったりとか、あとはちょっと文章的に若干おかしくても内容が合ってりゃいいかみたいな感じ、内容分かればいいかみたいな感じになってますけれども、まあその辺はまあそういうことでよろしくお願いします。なんかね、前の間違って消しちゃった前チャンネルとかだと自分が喋ってる配信じゃなくて、あの映像と BGM とあとはテロップで最近のことを語るのを読んでもらうっていうやつだったので、結構なんていうのかな、なるべくキャラクターを出さないようにというかしてたんですけれども、今みたいなねラジオ配信っていう風になると、どうしてもね、このある程度なんていうか個性が少し出てしまうのでね、もうだったらもうコメントももうそのままでいっかみたいな感じになってきたこともありまして、あとこの新チャンネル、このチャンネルはね、なるべくこう手間をかけないでアップするっていうのがね、私の中ではコンセプトになってますので、動画の内容とか編集とかもですけども、雑でもいいっていう風に思ってますので、そういうところがねコメントにも派生してきたのかなっていう風に思ってます。おそらく私のチャンネルに登録してくださってる方とか、見てくださってる方って多分ですけど全体的にすごく民度が高いと思うんですよね。自分のチャンネルだからってわけじゃないんですけど、なんていうかすごく常識的で、多分人間的に結構いい人が多いのかなっていうふうに思います。まあただねコメントとかもね多分すごい稀にアンチみたいなね変なこと書く人いるのかもしれないですけど、意外と私が気づいてないことがあると思うんですよね。っていうのもコメントとかをチェックするYouTube のあの確認用の画面っていうか管理画面があるんですけれども、そっちでチェックして返信とかしてるんですけど、そこにあるコメントっていわゆるちょっとアンチっぽいやつがどうやら上がってこないんですよね。でそこの管理画面には載ってなくて、なんかたまに直接自分のチャンネルのページを見たりとかすることも、たまにでもないな結構あるんですけれども、私のコメントの返信してる人とかはそっちを見ないとちょっと分かんないので、定期的にこう見たりとかするんですけど、そうすると管理画面に載ってないちょっとアンチなコメントとかがたまにあったりとかするんですよ。であれと思って、だから多分 YouTube がそういうやつはこう管理画面に載せないようにしてくれてんのかなと思って、だから私が気づかないようにしてくれてんのかなと思って、そうそうでそのコメントがよっぽどちょっと不快なコメントだったら、私もねこう無視するとかね、よっぽどだったら削除とかもねそうできますし、でもなんか逆にそのアンチちょっと面白いなって思っちゃったら返信しちゃったりとかもするんですけども、そんな感じであのまあちょっと私に嫌なことを言っても意外と本人が気づいてないっていうねYouTube の仕組みになってますね。あとは設定でなんだっけな、こう NG ワードみたいのを自分で決めて設定しておくこともできるはずなんですけど、多分ねこのチャンネルだと私その設定してないですね。でもなんかしてもいいかもしれないですね。例えばこの死ねとか、よっぽどひどいそういうワードとか、そういうまあ
まあでも多分そのワードは私が設定するまでもなく YouTube の方でもう排除してくれちゃうような気がするので、まあそんな感じですかね。まあね、この YouTube に限らず SNS のフォローしてくれてる方っていうのはね、まあ、自分がなんとなくこう見たい聞きたい、なんとなく気に入ってるからこうフォローしてくれてると思うので、ちょっとつまんねえなとか、なんかこの人嫌いだなとか、なんか最近ちょっと好きじゃないわとか思ったらね、速やかにフォローを外していただいたらね、お互い気持ちがいいと思いますのでうん、そうそう、そんな感じで、まあこれからもまあ楽しくやっていきましょう楽しくやっていきましょうっていうか、ちょっとこの先このチャンネルどんな感じになるのかわかんないですけど、とりあえずなんか続けていく予定ではありますね。で、あとたまにですね、このすごくシンプルになった動画編集ですら最近ちょっとめんどくせえなって思うことがあって、だからもしかしたらたまに自分がコーヒー入れてる画像とかこうめんどくさいからあの適当なフリー素材の動画とかを流したりとか、もしくはサムネイルの画面だけでもう静止画でいくとかそういうのもたまにあってもいいかなと思って、手を抜きまくってもいいかなとかって思ったりとかしてますね。まあ週に1回は必ずこうコーヒー入れてる画面付きでとかでも、あともう本当になんか適当なことを喋って、まあ適当に上げる時とかは、まあ、そんな風に動画編集ほぼなしにしとけば10分10分喋って5分で上げれるみたいな感じだったら15分で済むので、なんか本当に気分でできてそういうのはいいかなっていう風に思いますね。まあ YouTube の動画の SNS なのに、まあ音声だけになってますけど、まあそれはどうでもいいかっていう感じなんですけど、まあそんな感じでちょっとどうでもいい話が長くなっちゃいましたけれども、そんな感じで先月9月の生活費でございました。それではまた。